にちは、アーチーです。よろしくお願いします。こんにちは、トマト大好きキリタンです。よろしくお願いします。今回もアズールのゲームデザインを見ていきます。いよいよ、アズールの魅力の核心に迫るわけですね。楽しみです。理由を知ることで、なぜ多くのプレイヤーが遊んでいるか理解できると思います。BGA だけでも、アズール人口は1万人以上いますしね。この動画は、BGA アズール戦略その2、初心者脱出への道の続きとなります。未だ視聴されてない方は、こちらから見ることをお勧めします。それじゃあ、場所を変えます。キリタン、移動しますよ。わかりました。バーチーさん、到着しました。それではキリタン、席についてください。はい、わかりました。今回の講師も、マヌエル一世にお願いします。キリタン、前回に引き続き講師を担当するマヌエル一世です。マヌエル一世、よろしくお願いします。早速ですが、マヌエル一世、ボーナス点について教えてください。ボーナス点は3種類ありますので、順番に話します。まずは横ボーナス。職人の中には、できるだけアズレージョを完成させようとする者もいます。時間も限られてます。そこで、横1行を並べることを終了条件にするとともに、それを促すため、ボーナスとして2点与えることとしたのです。縦ボーナスですが、職人たちは完成しやすい1行目、2行目ばかりタイルを並べてしまうので、完成しにくい4行目、5行目を促すべく、縦1列に7点与えることにしたのです。色ボーナスについては、職人から要望がありました。同じ色のタイルを集めるのは大変なので、ボーナス点をつけてほしいとのことでした。私としては乗り気ではないので、とりあえず10点与えることにしました。わかりました。マヌエル一世、ありがとうございます。バーチーさん。実際のところ、ボーナス点はどれぐらい取れば良いんでしょうか。キリタン、資料を出しますので、黒板から離れてください。了解しました。これで、黒板が見えます。これが BGA の統計になります。照射平均をご覧ください。この 2.6 点というのが行ボーナス、10.11 点というのが列ボーナスですね。つまり、照射は平均1行、1から2列を完成させているんですね。その通り。行ボーナスが1行2点、列ボーナスが1列7点だからそうなります。そして、色ボーナスは 5.62 点。2ゲームに1回あるかですね。感覚的に、これでも高い方だと思います。私の色ボーナスを見てください。バーチーさん。0.48 点ってことは、20ゲームに一度ですね。その通りです。この統計ですが、ボーナスは最終計算の際に加点されますので、途中で投了すると、ボーナスが反映されません。また、照射平均は多人数戦を含んでいるため、2人戦のみで戦っている私とズレが生じてます。なるほど。多人数戦の方が、列ボーナスや色ボーナスが出やすいんですね。それでは、ゲーム画面を出します。ボーナス点は、プレイヤーボードの右下に書いてますね。最終ラウンド、得失点計算が終了したところから進めていきます。私は、2行で4点、相手はなし。私は、1列で7点、相手は2列で14点です。キリタンの壁のように、ボーナスは2行1列、もしくは2行2列が勝ち筋となります。ここで注目してほしいのは、キリタンと相手のボーナスの違いです。1列は一緒なので、私が2行、相手がもう1列。得点は、私が4点、相手が7点、バーチーさん。縦2列の方がボーナス点が高いんですが。ならば、さらに細かく見ていこう。まず、1行目、2行目完成に必要なタイル数は、1行目が1枚ずつで5枚。2行目が2枚ずつで10枚。合わせて15枚のタイルが必要です。1列については、必要な色を各行で集めれば良いので、1プラス2プラス3プラス4プラス5で15枚。その通りです。必要な枚数は一緒ですね。ならば、タイルがつながることによる得点は、 1行目は2行目とつながるし、最低でも7点。
2行目も同様なので14点。一方、1列の方は、横の列とつながったとして、最低でも7点。それぞれボーナス点と合わせると、横2行は18点、縦1列は14点。つまり、横2行の方が縦1列より得点で勝るのです。ただ、2行完成させるためには5ラウンド必要です。なので、考え方としては、軸となる列を1つ完成させつつ、各ラウンドでは必ず1行目、2行目を完成させるということです。理想を言えば2行2列ですけれど、タイルの枚数的に厳しそうですね。キリタンの言う通り、5ラウンドでタイルは100枚。これを2人で取り合います。なので、取れるタイルは50枚。2行2列だと39枚必要なので、厳しいですね。あとは色ボーナスですが、マヌエル一世が乗り切れない理由がなんとなくわかりました。色を揃えるのに必要なタイルは15枚。これは列と変わらないんですが、20枚しかないタイルのうち、かぶりなしで15枚集めないといけないんですね。これで、たったの10点では割に合わないですよ。かといって、ボーナス点を例えば20点にすると、別の問題が起きてしまいます。職人たちが同じ色ばかり狙ってしまい、アズレージョがなかなか完成しないのです。戦略が固定化されてしまいますしね。デザインって難しいですね。とはいえ、BGA で2ゲームに1度達成しているのであれば、ラウンドのタイル数が多い。3人戦や4人戦では意味がありそうですね。ここは2人戦専門チャンネルですし、とりあえず、頭の片隅に置くだけで良さそうですね。ここまで、失点、スタプレ、ボーナス、皿と見てきました。これらは、アズールの骨幹をなすデザインを面白くするための要素に過ぎません。それでは、キリタン、あれを聞いてみてください。バーチーさん。わかりました。それではマヌエル一世、どうして、タイルの取り方に、皿と床、2種類の方法があるか教えてください。わかりました。まず、ゲーム画面を出します。皿の上から職人にタイルを選んでもらい、それ以外のタイルを袋に戻すようにしたんですが、一手で取れるタイルの数が限られているので、なかなかアズレージョが完成しないのです。そこで、選ばれなかったタイルを床に集め、まとめて取れるようにしたのです。確かに、皿の上にはタイルが4枚なので、そこから少しずつ集めると時間がかかりますね。アズールで多い配置は、この皿のように各色1枚ずつのパターンと、もしくは1色が2枚と、他の色が1枚ずつのパターンですね。わかりました。これは、アズールの骨幹をなすデザインと言えそうです。選ばれなかったタイルは、床に落ちてそれを取ることができます。このラウンドで出たすべてのタイルは、自分、もしくは、相手のプレイヤーボードに置かれます。つまり、何らかの意味を有するようになったわけですね。あとは、タイルをまとめて取れるということは、手数を圧縮できるということになります。例えば、橙を3枚集めたい場合、3手かけて1枚ずつ集めるより、1手で3枚集めれば、2手圧縮できます。このゲーム、自分と相手が交互にタイルを取るため、手数は一緒かどちらかが1回多くなります。そこで、手数を圧縮し、空いた手数で他のタイルを集めることが重要ですね。バーチーさん。具体的には、どうやって床からタイルをまとめて取ればいいですか？私が床でタイルをまとめても、次の手番で相手に取られてしまうんですが。わかりました。ゲームを進めて考えてみましょう。まず、キリタンの初手ですが、赤2を取って2行目に置きました。2枚あるのが唯一赤だけだったので、このようにしたのでしょう。相手の初手は、スタプレ、取る色、置く場所は異なりますが、私も床から取るでしょう。キリタンは、床から青1を取って4行目に。これには2つの理由があります。青1を取るだけでしたら、左上の皿から、もしくは上の皿からでもよかったですし、床のタイルは重なりません。床からタイルを取ったのは、最後の皿狙いで相手と、床からタイルを取る回数を合わせたのと、相手の次の指し手を見たいという様子見が理由となります。相手は赤1を取って2行目に置きました。ここが問題の局面です。相手としては、キリタンが左下の皿から、もしくは
左上の皿から赤1を取っても、次の手番で2行目が完成できると思ったでしょう。その後の床の配置までは考慮してなかったようですね。これをチャンスと見たきりたんは、最後の皿狙いをやめ、仕掛けていきます。赤1を取って1行目に置き、相手にプレッシャーをかけます。相手は床から大々2を取って3行目に置きました。これが相手にとって最悪の結果を招きます。きりたんは赤1を取って捨て、相手は2行目が完成できなくなりました。初手から数えて、わずか7手目、きりたんが優位に立ちました。仮に、相手も赤1を取ったら、床には大々3ができるので、1手で3行目が完成できます。その通りです。相手が2手以上かけて、タイルを完成させようとしたら、狙い目です。わかりました。自分はタイルを取るだけなのに、相手に影響を及ぼすことができるんですね。同一の場からお互いにタイルを取り合いますので、そうなります。キリタン、アズール2人戦のテーマは、競合です。相手を妨害しないと、勝てませんよ。競合を促進するデザインとして、プレイヤーボードは公開情報としてます。相手のボードを確認しながら、効果的に妨害してください。得点差で勝敗が決まるので、妨害した方がいい場合もありますね。ただ、マヌエル一世、疑問があるのですが、お互いに妨害ばかりしていたら、壁が完成しなくなるんですけど、それでも大丈夫ですか？キリタン、心配してくれてありがとう。でも、大丈夫です。その場合は、3人戦や4人戦を開催すれば良いのです。なるほど、そういうことですね。3人戦の場合、2人が妨害し合っていたら、もう、1人が漁夫の利を得る妨害があまり有効ではなくなるんですね。その通りです。職人たちの真剣勝負を見たい場合は2人戦をアズレージョを完成させたい場合は、3人戦や4人戦を開催すれば良いのです。ゲーム間の違いといえば将棋が近いですね。2人戦はプロがしのぎを削る真剣勝負。3人戦や4人戦は周り将棋のようなパーティーゲームですね。マヌエル一世、素晴らしいデザインです。私、感動しました。そう言ってもらえると嬉しいです。2人戦で妨害がない場合どうなるか気になりませんか？気になる方は BGA アズールリプレイその7世界ランキング上位への道をご覧ください。こちらでは世界ランキング上位を目指すキリタンが様々なテクニックを使ってます。バーチーさん考案のバリアントルールもありますので、ぜひご視聴ください。キリタン、遅くなりましたので戻りますよ。わかりました。マヌエル一世、ありがとうございました。キリタン、また会いましょう。さようなら。キリタン、ゲームデザインはどうでしたか？はい、ボーナス点や皿、床のデザインを学ぶことができて、戦略を考える上での参考になりました。そして、競合がテーマである以上、妨害の重要性も認識できました。前回と今回でゲームデザインの話をしましたが、不安なところがあります。重要な話なので、なるべくわかりやすくしようと心がけたのですが、視聴者様に伝わるかどうか。バーチーさん、この動画は戦略の決定版を目指しているんですよね。だったら、視聴者様にコメントを書いていただいたらどうでしょうか。皆様と協力し、戦略の決定版を作るのです。キリタン、素晴らしい考えだね。視聴者の皆様、わかりにくいところがありましたら、コメントで教えてください。英語でも大丈夫です。それと、応援コメントもありがとうございます。励みになります。これからも、アズール上達に役立つ情報を提供していきます。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いします。右下のボタンでできます。ありがとう、キリタン。ご褒美です。トマトだ。トマト大好き。キリタンも喜んだところで、視聴者の皆さん。ご視聴、ありがとうございました。